だよ。今回はバブルンラジオ12回目。日本は最近湿度が高くてすごくジメジメしてるんだけど、僕は今日も元気。それじゃあやっていくよ。バブルンラジオ。今回はつい後回しにしちゃうことについてみんなに聞いてみたよ。1通目はカウズさんからのお便り。最近かぎ針編みにはまってたくさんの毛糸を買ってしまいました。時々プロジェクトを進めながら新しい毛糸を買ってしまい、結果的に毛糸が積み重なってしまいます。もっと毛糸を買わずに手元の毛糸を使い切るまで待つべきですね。カウズさん、はよんぱー。編み物やってるんだ。素敵な趣味だね。今度作ったもの見せて。かぎ針編み、僕はやったことないんだけど、もう持ってるのにもっと欲しくなっちゃうってやつはすごくわかるよ。僕は食べるの大好きだから、家にたくさん食べ物があるのに美味しそうなフルーツを見つけたら思わず買っちゃうし、おしゃれ好きのクルルンはコスメとかお洋服をたくさん持ってるけど、まだまだ欲しいって言ってるよ。好きなものは持ってるだけでワクワクするし、いくらあってもいい気がする。欲しかった毛糸がいつまでも売ってるとは限らないしね。次はコオロギアシュリさんからのお便り。どうもバブルン。仕事を先延ばしにするとき、私には2つの側面があります。将来の漫画家、作曲家、ゲーム開発者として私はインスピレーションを得すぎて仕事を先延ばしにすることがよくあります。実際私は気に入った新しいことにインスピレーションを受けると全てを戻ってやり直す傾向があります。一方、私は現在オンラインで大学に通っていますが、オンライン大学は柔軟性が高いため先延ばしにする傾向があります。しかし実際にはここで仕事をする必要があるので、ギリギリに終わって提出することがよくあります。私はいつか対等に就職するつもりなので、前者と同じように適切な創造性を見つけることに取り組むと同時に、後者と同じように締め切りにも対処する必要があります。何かアドバイスはありますか？コオロギアシュリさん、はよんぱー。なるほど。いろんな人に影響を受けちゃうってことだね。僕は何かを作ったりすることはあんまりないから、バブルンチャンネルスタッフのデザイナーさんに聞いてみたよ。デザイナーさんもいろんな制作物に影響を受けていろいろ作ってみたくなることがあるみたいなんだけど、そういう時は短い時間で作り終わるもので試してみるって言ってたよ。作るのに時間がかかるものだとコオロギさんの言うように何回も作り直すことになっちゃうし、すぐにできるものでも一回作ってみると自分の力になるから、それで満足することも多いんだって。ゲーム開発でもやっぱり締め切りって大事だし、無制限に時間を使えるわけじゃないから、いい感じのバランスで制作できるといいね。参考になったかな？次はロブさんからのお便り。いつもメールやメッセージの読み込みを後回しにしてしまいます。しかし何かが遅れるとトラブルになりかねませんし、他の人に自分の優先事項を無視していると思われたくありません。ロブさん、はよんぱー。メッセージの確認、つい後回しにしちゃうよね。わかる。昔は僕もよく冒険中に来たクルルンからのメッセージに後で読んで返事しようと思ってたらそのまま忘れちゃったり、読んだのに返信忘れてて既読無視しないでって言われちゃってた。後で読もう、後で返信しようってすると忘れちゃうから、最近はボブルンからのアドバイスでメッセージの通知が来たらすぐ開いてその場で返事するようにしてる。どうしても返信が後になっちゃうときは既読から未読に戻しておくようにしてるんだ。そうするようにしてから結構うまくいくようになったよ。ボブルンから爆弾を持ってるイメージで対応してって言われたのがかなりわかりやすかった。バブルンラジオ。ふつおた紹介。1通目はハニーさんからのお便り。はよんぱー。
バブルンこんにちは。昨年の終わりにパズルボブルエブリバブルを購入して遊んでいますが、どうしてもエリア4レインボーファクトリーのステージ12がクリアできません。バブルンの公式動画を見て、やっぱり鬼門なんだと思いながら心してかかってますが、全然歯が立ちません。パズルボブル初心者なので、もう少しコツみたいなものがあれば教えてください。無茶言ってすみません。バブルンはもちろん他のキャラもとっても可愛くて大好きなゲームなので、クリアできるまでは他のステージを振り返りながら頑張ります。ハニーさん、はよんぱー。パズルボブルエブリバブル、遊んでくれてありがとう。エリア4のステージ12ね。攻略動画でもちょっと言ったけど、このステージで詰まってる人が実は一番多いんだよね。コツとしては、ブランクバブルとチェンジバブルを効率よく消していくこと。ブランクバブルもチェンジバブルも、なるべく2つ並んでいる位置の真ん中にバブルを当てると、うまく消していけるよ。チェンジバブルの色が変わるのを待ってると、このステージはすぐデッドラインを越えちゃうから、とにかく早くバブルを投げていくのがおすすめ。特にまずはこの赤丸の位置のブランクバブルを消すのを意識するといいと思うよ。天井が下がって消しづらくなる前にね。とは言っても最初はなかなか難しいよね。どうしても難しい時は複数人プレイにしてみるのもありかも。一人でもコンピューターが一緒にプレイしてくれるんだ。人数に合わせてステージの広さはちょっと変わるよ。たまに変なところに投げてきたり、自分の目の前のバブルはなかなか消してくれなかったりで気まぐれだけど、うまく助けてくれることもあるよ。これは2人でやってるけど、このステージは4人プレイが一番いいかも。次は、七尾さんからのお便り。バブルンさん、先日はお便りを読んでいただき、ジャックの可愛い映像も流してくださり、本当にありがとうございました。とても嬉しかったので、最近はエブリバブルも頑張ってプレイしています。オフラインの大会も開かれていますし、いろいろな人たちがいろいろな思いで楽しんでプレイされているのだと知りました。今後のアップデートや新作でこんなモードやこんな機能が、キャラがあったら良いなという意見も各々ありそうなのですが、そのような意見を送る窓口があったら良いなと思いました。そういう要望をバブルンチャンネルへのお便りとして送ると、バブルンさんが読むの大変になっちゃうので、専用の窓口があったら嬉しいです。ご検討よろしくお願いします。七尾さん、はよんぱー。ジャックの動画楽しんでもらえてよかった。エブリバブルも遊んでくれてありがとね。嬉しいな。ご意見用の窓口を設置する予定はないんだけど、僕もエブリバブルを作ってる開発メンバーのみんなも、実は動画へのコメントや X で書いてくれてる反応って結構見てるんだ。ゲームのハッシュタグをつけたり、僕がエゴサーチしやすいような文章で書いてあると見つけやすいから、そんな感じで気軽に書いてくれると嬉しいな。もちろん、バブルンラジオへの投稿も歓迎してるよ。バブルンラジオ。コメント返信の時間だよ。過去の動画についてるコメントで、僕が気になったものに返信していくよ。バブルン、足が器用だけど手は、わら。手も器用だよ。初めて知りました。遊びに行きたい。知ってもらえてよかった。台東は他にも体験型のゲームをやってたりするから、よかったら遊んでみてね。かわいい。押せます。へへへ。押してくれてありがとう。これはエイプリルフールのジョークですか？この VTuber がちょっと好きなので、確かにバブルンの代わりになる人はいないでしょうが、この子はちょっと可愛いです。エイプリルフールのジョークだよ。でもみんなに気に入ってもらえて嬉しかったな。フールン、最初可愛い子ぶりっ子かと思ってしまいましたが、純粋に自分を本当に可愛いって思ってる子だったので好きです。そうなの。
いつも可愛いの限界にチャレンジしてて、ある意味かっこよくもある。パッキーのことを忘れずに伝えてください。今動画用意してるから楽しみに待っててね。バブルーンラジオ。今回のラジオはここまで。採用させてもらったお便りの投稿者には、僕から X、旧 Twitter の DM で壁紙を送るから待っててね。次回のお題はこれ。1、もしも1億円をもらったら何をする？急にお金がたくさん手に入ったら何をしよう？って妄想。誰でも1回はやるよね。みんなは1億円手に入ったらどうやって使う？僕が急に大金を手にした時の参考にしたいから教えて。自分の国の通貨は円じゃないって？円じゃない人は1億円を自分の国の通貨に変換して考えてみてね。2、普通のお便り。僕への相談や聞きたいことを引き続き募集するよ。概要欄にある応募フォームから送ってね。採用された人にはラジオネームが入った壁紙をプレゼントするよ。それじゃあ次回の動画もお楽しみに。またねー。